インド初のメディア女王と呼ばれた女が実の妹を殺害。彼女は絶対に知られるわけにはいかなかったんです。あわや非難の対象にもなりかねない妹との本当の関係性を。2012年4月24日、インド・ムンバイ。もしもし、シーナ、あとどれくらいで着く？早く会いたいわ。電話越しに声を弾ませるその女性は、インドラに向ける呪話。インド最大の音楽放送局 INX メディアを築き上げたやり手の実業家でした。そしてインドラニが電話している相手は、一回り以上年の差がある妹のシーナ。インドラニは婚約したばかりのシーナを祝うため、彼女を夕食に誘っていたんです。やがて約束の場所へ到着すると、嬉しそうにインドラニへ駆け寄った妹シーナ。彼女は一切気がついていませんでした。姉インドラニの本当の目的が自分を殺すことだということに。インドラニは笑顔の裏で密かに思考を巡らせます。知られたくないのよ、あなたが本当はパパからされて生まれた娘だなんて。近親の事実を隠蔽するため妹を殺害した女。彼女が妹の命を犠牲にしてでも守りたかったものとは。インドの女性でも類を見ないその女の成功は、子供たちの苦悩の上に成り立っていたんです。おそすけんちゃんです。やみやみかんです。今回はインドのお話ではあるんですけど、僕も社会人1年目の時に、インド旅行行ったなと。言ってたわね。街中に牛が歩いてたり、あと道でおっさんが近づいてくるんですよ。なんか言いながら、なんだろうと思ったら、マリワナマリワナって言ってくるんですよ。これなんだと思います？マリファナでしょ。そうなんですよ。いや、みんなわかるわよ、そんな。なんでマリワナからマリファナって、なるわよ。いやでも怖いよね。でも買う人いるんでしょうね。僕も海外好きなんで、行くと犯罪に巻き込まれそうな匂いのするおじさんっているんですけど、ちょっと危険な匂いっていうのもまた一個の旅行の刺激ではあるわよね。まあまあそう。でも避けないといけないんでね。あるを見ているね、リテラシーの高い皆さんは、やっぱ海外旅行行く際は一層お気をつけくださいませ。本日ご紹介するのは、インドで起きた姉妹間による殺人事件について。女は妹との間にある秘密を抱えていて、その秘密を知られたくないがあまり、妹を殺害してしまったというんです。なんか口封じな感じって聞くとさ、まだ公になってないような人殺しとかの罪を隠してるんじゃないって思っちゃうよね。過去にも結構相当悪いことしてたとかってそんな話なんじゃないの？悪いかどうかっていうのは価値観によるんですけれども、少なくともインド社会では絶対にタブーとされることだったんです。ある日森の中で発見された女性の遺体。容疑者として挙げられたのは、インドでは知らない人はいないほどの有名人だったんです。誰もが知る女。2012年5月23日、インドマハラシュトラ州ライガド地区。一人の男が村外れの森を訪れました。こいつはいい。いっぱい落ちてるな。嬉しそうに笑う男性の視線の先にはマンゴーの実が転がっていました。彼がこの森を訪れたのは、熟れて地面に落下したマンゴーを拾うため。しかし男性はすぐにマンゴー狩りなどをしている場合ではなくなってしまうんです。なんだ、くっさいな。マンゴーを拾い始めて間もなく、男性は森の中に異臭が漂っていることに気がつきました。マンゴーには確かに独特の香りがありますが、それにしてもその匂いはさすがに強すぎるように思えたんです。匂いをたどって茂みの中を進んでいく男性。次の瞬間、マジかよ。男性がそこで見つけたのは焼け焦げたスーツケース。そのスーツケースからは人間の手がはみ出していたんです。男性はすぐに警察へ通報。スーツケースの中身は顔や体の大部分が焼け焦げた遺体でした。死後1ヶ月ほど放置されていたその遺体は腐敗しており、身元の特定は困難な状態。ただ一つ、スーツケースからはみ出していた手にマニキュアが塗られていたことから女性と推測されるだけにとどまったんです。こんなん偶然見つけちゃったらさ、もう脳に焼き付いて離れないトラウマものよね。でもさ、遺体の身元特定が無理ってならどうやって犯人探すのよ？実はここから3年間は犯人特定できなかったんです。しかし3年後、発覚した犯人の名前に警察は耳を疑うんです。遺体発見から3年が経った2015年の8月、その日ムンバイ警察が取り調べていたのはシャムバー・ピントラム・ライという男。武器の不法所持で逮捕されたこの男は、ある女性に運転手として雇われていました。取り調べの中でシャムバーは3年前にその女性と共謀し、女性の妹を殺害したことを明かしたんです。森で発見された焼死体は彼らが殺害した妹でした。そして何より警察が信じられなかったのは、シャムバーに妹殺害の協力を仰いだその女性の素性について。あのインドラニが妹を殺したらって。その女性の名はインドラに向けるジュア。インド最大の音楽放送局 INX メディアの CEO を務め、ウォールストリートジャーナルの注目すべき女性50人にも選ばれていた人物でした。インド初のメディア女王の異名を持ち、国内でその名を知らない人はいなかったんです。す
ごい実業家だなんて聞くと、やっぱり最初にあなたが言ってた秘密がバレたくなかったっていう理由もなんか納得がいくわね。だって不祥事がバレちゃったら会社にとんでもない被害が及んじゃうもんね。問題は彼女が殺人を犯してまで何を隠したかったのかっていうことなんですけれども、これは犯人のインドラニと妹の生活から垣間見えてくるんです。許せない婚約。インドでその名を知らない人がいないほどの地位を手にしていたインドラニ。未だ男女の不平等が色濃いインド社会で、彼女がそこまで上り詰められたのは上流階級の夫と結婚できたことがきっかけでした。最初の夫とは数年で離婚しているものの、インドラニはその後マスコミ業界の重鎮ピーター・ムケルジュアと再婚。夫の力を借りて会社を設立し、メディア女王と呼ばれるまでに成り上がっていったんです。そんな夫ピーターとの幸せな日々が4年ほど続いたある時、彼女とよく似た顔立ちの少年少女が訪ねてきます。インドラニの弟ミハエルと妹のシーナでした。弟と妹が勉強のためにこっちに出てきたの。うちに置いてあげてもいいわよね。夫のピーターに伺いを立てるインドラニ。ピーターは彼女に妹や弟がいることも初耳で、しかも一回り以上年が離れていることにも驚きました。しかし断る理由はなく、2人を快く迎え入れたインドラニの夫婦。インドラニは面倒見が良く、お金のない妹たちの学費や生活費も全て引き受けました。インドラニと夫ピーターの懐の深さもあって、兄弟仲は非常にうまくいっているように思えていたのですが、インドラニがさ、妹たちに優しく接してたのはやっぱり秘密を隠すためよね。じゃあこの後何か秘密がバレちゃうようなことが起きるってこと？そうなんです。この後、妹のシーナはある人物に恋をするんですけれども、その相手が姉のインドラニにとっては非常にまずい相手だったんです。妹のシーナがムンバイへやってきて2年が過ぎたある日、インドラにはシーナと激しい口論になっていました。絶対に許さないわ。今すぐ別れなさい。インドラにが怒っているのは、妹のシーナが夫の連れ子のラフールと交際し始めたため。2人は親族とはいえ血のつながりはなく、男女の関係になることに法的な問題はありません。しかしインドラにはどうしても2人の関係が許せませんでした。彼女は妹シーナにその恋を諦めさせるため、鎮静剤を打ってシーナを監禁するんです。ただインドラニの思惑とは裏腹に反発を受けるほど2人の思いは強くなっていきました。ラフールは妹シーナをインドラニの元から連れ出し、反対を押し切って婚約。思い通りにならない2人を前に、インドラニはその身を怒りに震わせていました。シーナとラフールが結婚？そんなの絶対許されるわけないじゃない。だってシーナは夫の連れ子が自分の妹と結婚するとなると、やっぱり体裁的にいろいろまずいことがあるのかもしれないけど、ここまで嫌がるってのはもっとなんか裏がありそうな気がするわね。そうなんですよ、夫の連れ子のラフールに絶対に知られたくない秘密があったんです。そして実は妹のシーラはラフールに秘密を話してしまっていたんです。絶対のタブー。妹シーナが婚約する少し前、インドラにはひどく動揺した様子で彼女を問い詰めていました。あれだけ話してはいけないと言ったじゃないの。どうして話してしまったの？この日、恋人のラフールと二人きりで会っていた妹シーナ。その中で彼女はインドラニとの間に抱えていた秘密を話してしまったんです。シーナは困ったような顔で言いました。ごめんなさい。でももう妹のふりをするのは嫌なの、お母さん。インドラニが知られたくなかった秘密は、そう、妹だと紹介していたシーナが本当は娘であること。シーナは恋人を騙していることを心苦しく思い、ラフールにその事実を話してしまったんです。ありえない。もし夫に知られたら、私の今までの努力は水の泡だわ。娘シーナから突きつけられたその事実に頭を抱えるインドラニ。彼女がシーナを妹と偽っていた理由は、シーナが婚前交渉、つまり結婚する以前の性行為でできた子供だからでした。それは弟のミハエルも同じ。インドラニは未婚の頃に産んだ娘と息子を両方両親に預け、一人でムンバイへ移住しました。そして子供がいることを隠したまま裕福な夫と結婚したんです。これは確かにびっくりすることなんだけどさ、娘に嘘をつかせなきゃならないほど婚前交渉っていうのはダメなことなの？日本では別に授かり婚とかって言ってさ、結構よく見る光景ではあるじゃん。本当に国によると思うんですけど、最初に説明した通り、インドでは絶対のタブーとされてるんです、これ。というわけで本日のメトラキーワード、インドにおける婚前交渉について。古くからの慣習が残るインドには、今でも婚前交渉をタブーと見る文化が存在します。インドにおいて性行為はあくまで子孫を残すためのもの。若者でも6割は婚前交渉に否定的で、年配の世代になるほどその割合は増える傾向にあるんです。こうした慣習からインドの男性は結婚相手に処女であることを求めるんです。男性優位なインド社会において婚前交渉を行った女性は批判の対象になることも。結婚によって成功を手にしたインドラニが婚前交渉の事実を知られることは、夫や
手にした地位を失うこととほぼ同義でした。妹だと説明していたシーナが本当は婚前交渉でできた娘だった。夫の連れ子にその秘密を知られてしまえば夫にバレるのも時間の問題に思いました。そこに加えて娘シーナから飛び込んだ婚約の知らせ。このままじゃ財産までシーナに奪われてしまう。そう、もしこのまま婚前交渉の事実が夫に伝われば夫の財産の相続権は全て連れ子のラフールとその妻となったシーナに渡ってしまいかねません。そこでインドラニの脳裏に浮かんだ答えは娘シーナを殺害することでした。彼女がその答えに行き着いたのは相続のこともありますが、何よりシーナにこれ以上余計なことを話させないため、実はインドラニには婚前交渉以外にもまだ秘密があったんです。それは娘シーナがインドラニが父親にレイプされてできた子供だということ。近親の事実が明るみに出されればインドラニは結婚生活どころか社会的にも居場所を失ってしまうことになるんです。呪われた祝福。娘シーナの婚約から5ヶ月ほどが経った頃、母親のインドラニは頻繁にシーナと連絡を取るように。もしもしシーナ、あなたに結婚祝いを渡したいの。今度の火曜日18時過ぎにバンドラウエストの通りでどう？恋人のラフールとの関係に断固として反対していたのがまるで嘘だったかのように穏やかに話すインドラニ。そもそも以前ならインドラニが娘のシーナに電話をかけること自体珍しいことでしたが、婚約以来シーナは何度も食事に誘われるようになっていたんです。シーナは母インドラニが急に態度を変えたことに最初こそ困惑しましたが、それにも増して彼女が頻繁に誘ってくれることを嬉しく感じていました。しかし動画をご覧の皆さんももうお察しの通り、インドラニのその態度は娘のシーナを油断させるための罠。インドラニは娘との間にできた溝を時間をかけて埋めていき、満を持してシーナの殺害に臨もうと考えていたんです。こうして迎えた2012年4月24日、インドラニは運転手のシャムバーと元夫カンナに協力を仰ぎ、ついに犯行計画を実行に移します。シーナ、よく来てくれたわね。素敵な一日にしましょう。恋人ラフールの運転で待ち合わせ場所へやってきたシーナと強く抱擁を交わしたインドラニ。ラフールは親子のその姿に安心し、すぐにその場を去っていきました。その後親子はインドラニの車に乗り、結婚祝いのサリーや宝石を買いに向かいます。思えばその車にインドラニの現在の夫ではなく元夫が同乗していたことには違和感がありましたが、母の祝福に舞い上がっていたシーナは疑う様子もありません。そして買い物を終えて再び車内に戻った時、インドラニは娘シーナに水の入ったボトルを手渡したんです。改めて婚約おめでとう。少し早いけどこれで乾杯しましょう。しかしインドラニに渡された水を数口飲んだシーナはしばらくすると眉間にシワを寄せ、こう訴え始めた。なんだかめまいがするわ。あら、大丈夫？あなた疲れてるんじゃない？娘の背中に手を当て気遣う素振りを見せるインドラニ。やがてシーナは意識を手放し、うとうとと眠り始めてしまった。そう、インドラニが渡した水には鎮静剤が混ぜられていた。車を路肩に止めたら計画通りに。運転手は指示通りに路肩に車を止めると、娘シーナの隣の座席に移り彼女の口を塞いだ。インドラニは口を塞がれた娘シーナの首元へ手を伸ばす。息苦しさで目を覚ましたシーナは母の手を必死にのけようともがいた。すると背後にいた元夫のカンナがシーナの髪を強く引っ張る。あなたは私の人生にとって邪魔なのよ。先ほどまでの穏やかな表情からは想像できないような目つきで娘を睨みつけたインドラニ。彼女はそのまま娘の首にかけたその手に渾身の力を込めた。計画通り娘シーナを考察したインドラニ。その間もシーナの携帯には何度となく恋人のラフールから連絡が入っていました。夕食が済んだら迎えに行くよ。何時頃終わりそう？シーナ、メールに返信して。シーナが反応しないことを不審に思い、何十件も着信を残しメールを送ってくるラフール。さいわね。インドラニは娘シーナの携帯を取り上げると苛立ちをあらわに次の内容を送信しました。もうあなたとは一緒にいられない。さよなら。こんなの恋人が納得するわけないじゃないのよ。散々結婚に反対してた母親と食事に行ったと思ったら突然別れを切り出されるんでしょ。案の定ラフールは納得していなかったんですけれども、なんとかインドラニはごまかして通してしまうんです。翌朝インドラニは娘シーナの遺体を車に乗せたまま事前に目をつけていたライガロ地区へ。その道中彼女は遺体をトランクから引っ張り出すと後部座席に座らせました。そして奇妙なことにインドラニは娘シーナの遺体に口紅を塗り始めたんです。髪を溶かし香水を吹きかけ、冷たくなってしまった娘をきれいにおめかししていったインドラニ。その不可解な行動は万が一検問に引っかかってしまった場合に遺体を隠し通すためのものでした。化粧が終わるとインドラニはその遺体を肩にもたれさせ、まるで眠っているかのように見せかけて再び車を走らせました。一行は1時間ほどでライガロ地区の森に到着。スーツケースに遺体を詰め込むとガソリンを撒いて燃やし埋めてしまったんです。
犯行後インドラニは娘シーナ名義のメールアドレスを取得し、勤務先に辞表を提出。周囲にはアメリカへ移住し新しい仕事をしていると説明しました。ただシーナは自宅にパスポートを残していたため、恋人のラフールはその説明に納得せず、そこでインドラニは次のように言い逃れをします。娘はあなたから逃げるためにまた別にパスポートを作ったのよ。この後3年間、娘シーナが亡くなったことは誰にも知られていませんでしたが、共犯の運転手シャムバーの逮捕から犯行が明るみに。2015年8月、インドラには殺人、誘拐、証拠隠滅などの罪で起訴されました。 DNA 鑑定から森で発見された遺体は確かにシーナであることが判明。共犯となった運転手と元夫も罪を自供し、インドラニが犯人であることはほぼ疑いようがありません。しかし彼女は今でもシーナはアメリカで生きていると主張し続けているんです。2022年の時点でムンバイ高等裁判所はまだ185人の証人尋問が残っており、裁判はすぐには終わりそうにはないと説明。未だ判決が待たれている状況です。インドの女性にとって婚前交渉や近親の事実を知られてしまうことは確かに絶望を意味しているのかもしれません。しかしインドラニが娘の命よりも自分の名誉を選んでしまったと思うと、その事実がただ残念でなりません。インドラニほどのケースはそうそうないにしても、他人からよく見られようと体裁を取り繕うのは人としてごく自然なこと。あなたは体裁を取り繕うために隠し事をした経験がありますか？